エンター FM 東京ミュージックレーダー、今夜のゲストはスターキッズの皆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週は、3人、来ていただきました。今週も3人1人ずつ自己紹介をお願いします。じゃあ自分から、スターキッズのロアです、まあ主に日本語担当です。よろしくお願いします。お願いします。俺はエスピオンでスターキッズ一番可愛いのメンバー。可愛いです。お願いします。スターキッズのタヒチです。ストロングソージャー大使、お願いします。よろしくお願いしおま願いします。ということで、タヒチさん、エスピオンさん、ロアさんに今日はお話を伺っていきたいと思います。エスピオンっていう名前はあれポケモンの？それポケモンです。ポケモン好きですか？大好き。私も好きなんです。誰が一番好き？ポケモンで？ポケモンで。私はもう初代なんですけど、リザードンが大好きで。かっこいい。かっこいいですよね。本当にちっちゃい時、リザードンの背中に乗る夢を3回見てたぐらいリザードンに憧れを持っている女です。よろしくお願いします。俺もそういう夢見たよ。そういうの見てないですか？まだ見てない。先週もすごいいろいろ深掘らせてもらったんですけど、今週も、いっぱいいろいろ聞きたいなと思っていて、まずさっき日本語担当ってロアさんおっしゃってましたけど、はい、日本語も日本人ですか？はい、もうフルの日本人。はい、でもう本当に全然高校2年生ぐらいから英語のテストを全然もう3点ぐらいのレベルで彼らと会って、はい、本当に今ようやくちょっとした日常会話ぐらいはギリできるかなぐらいなんで、もう主にリリックとかはほとんど日本語です。日本語ですね。はい、サウンドクラウド上でコネクトしてつながったっていう話を聞いたんですけど、だから本当にもう楽曲でいいなって言って多分つながってみたら、俺以外みんなめっちゃ英語喋るじゃんみたいな、そういう感じだったってことですか？いや、ですね、僕はちょっと石垣出身なんですけど、はい、そもそも石垣出るとタイミングで海外行こうか東京行こうかみたいな。でももう元から海外のそういうサウンドクラウドの音楽は好きで、はい、で彼らの場合は多分そういうサウンドクラウドなんか SNS 上で会ってるんですけど、僕の場合だけ知り合いがそのちょうど彼らが出るイベントに出てて、でついてって、で僕もちょうど同じタイミングで出るみたいなソロライブで、その時に彼らと出会って、なんか俺がちょっと理想としてたグループの形だなみたいな感じで、で一緒に遊ぶようになってって感じ。じゃああんまり英語はしゃべれはちょっとずつできるようになってきた。ちょっとずつはできるようになってるんですけど、じゃあここでこの3人でというか、グループで意思疎通を取るときは何語になるんですか？メイン両方になる。喋るけど、基本的にバイブスです。バイブスでなんとかなります。大志さんも割と日本語もいけるってさっきタシママから全部習った。アメリカ育ち、はい、でタシママからいっぱい習った。でそれ以外あんまりお母さんから？ママ語、敬語とかマジでわかんない。いいですよ、ここなくて大丈夫It doesn't matter。 OK、 そうなんですね。でちょっと音楽の話ももちろんなんですけど、もうちょっとそのパーソナルな部分もすごい気になって、YouTube でドキュメンタリーかな、デイズ、そう見させていただいて、ありがとうございます。なんだこの色濃い6人はってすごい思ってちょっと一人一人すごい気になったんですけど、それぞれのなんか他己紹介ってわかります？ You're introducing your next friend, your friend next to you ね。その自分の自己紹介じゃなくて、隣の人を彼はこういう人ですとか、この人はこういう人ですみたいな感じで言っててもらえたら嬉しいなと思うんですけど、ちょっとやってみてもらっていいですか？それをじゃあもうこのいるメンバーで大丈夫ですか？はい、もちろんです。この3人で。俺からやる？じゃあロアさんから僕からじゃあエスピオンに行って、エスピオンからタヒチに行こうか。じゃあイメージみたいな感じです。今一緒にいてどう思うか。今一緒にいて全然なんかどういう人なのか。多分一番、なんていうんですかね、僕日本語もろ日本語で、エスピオンはもう英語のところだから、両言語が分かんない状態で合ってるから、逆に言うと多分
全然会話はするんですけど、一番多分会話なんか数が多く取れてない方だな。そうなんですね。そうだから全然でもね他の人よりは少ないかもしれないけど、全然だからやっぱりさっき言ったバイブスみたいな感じでお互い話してて、全然なんかちょっと少しシャイおとなしいちょっとおとなしいなんかイメージは全然あるけど、でも全然一緒にいてなんかみたいな感じではないし、嫌な感じもないし、全然一緒にいていい感じ、なんかいい感じ、落ち着く感じ。Good vibes ね。はい。よかった。嬉しい。どうですか？それを受けて、What do you think about it? Do you feel? 超優しい。超優しい。超嬉しい今。嬉しい。よかったです。じゃあ SPO さんから見て、タイチさんどんな人ですか？タイチは怖違うなんかタイチはなんかいい人。最初の会うの時He's like so swag なんか swag 超ファッションの人だから超かっこいいの感じ。Okay. I don't know なんか英語で大丈夫。It's okay. Like when I first met Tahiti, I just thought he was like one of the coolest people I've ever met. Wow. And like his fashion was just best compliment. 涙ですよ今。just the fashion and everything like fashionista. And then like just growing these like last 5 years with him is like he's like a brother to me. He's always been there for me. We have our fights here and there, but like it's at the end of the day, it's love. It's brotherly love. That's nice. Yeah. Is he a bigger one or a smaller one? シチュエーション的に変わる。Based on the situation. Okay. Like, he can be big bro, but he definitely little bro, depending on the situation. He's tall, right? Are you the tallest in your group? いや、俺とリーバイ同じくらい。はい、Yes, I was surprised. めちゃくちゃ大きくて。But he might sometimes be a giant baby, maybe then? 例えばはなんかタイチと俺なんか趣味はなんかゲームなんかバロラント一緒でやってる、なんかそれ it's so competitive and like it's based on ranks and like for a long time Tahiti was like a higher rank than me. Yeah. But like recently you beat him up? I'm the highest rank right now. Okay. バロをやってる人はアセンダントを知ってたらエフィアセンダントなんで結構強い方です。そういう名前ごめんなさい、私知らないんですけど、そういうゲームがあるんですね。はいはい、バロラントって。バロラント。でもhigher position にいると。Okay. Big bro, big sis. なんかファッショニスタだって聞いたけど、今日の今エフィって言った？エフィ。ニックネームエフィ。エフィのその格好すごい可愛くて、これYouTube でも見れるから、YouTube でも見れるからね。そう。What is that a character? What? Animation maybe? It's like an artist from Korea, but I don't remember the name of the artist, but the brand is Yumiha, which is also like Yumiha, which is like a Korean artist that's based in New York. Oh, nice. そうすごい可愛いんですね。シアートップスがね。Thank you very much. Okay. じゃあタイシさんから見てロアさんは。やっぱりナンバーワンオーラ。オーラ。いや。おワンピース見てる人は多分ハキっていうなんていうの。まあハキがある。知ってる？わかります。ハキはわかります。ドアのハキがマジでボンボン出てるって感じ。ライブの時はライブじゃない音楽よりその前にもう初めて会った時にロアがマイハウスに来てファミチキンとかおにぎりも持ってきて。はいそれってアメリカとか普通に最初会う時、若い人はあんまりそういう持ってこないけど、ロアがそれを持ってきてこの人いい人だねって思って。それはまあなんていうのかなと土産としてまあお土産っていうか普通にみんなお腹空いてるからぐらいの感覚です。全然もうそんな大した意味はないです。だから結構そういう気遣いができるってことですよね。画面の後ろにマジでめっちゃ優しい気遣いがある人、なるべくねみんななんかいろいろスムーズにいくようにとかYou're taking care of the other members maybe ね世話って言ったらあれですけど一人一人に気遣ってっていう感じなんですかね。なるべくみんな仲良く楽しく行こうよみたいな。あといつもギラギラしてる。ギラギラしてる。ギラギラ。今日もネックレスがすごいギラギラしてる。それは何のネックレス？これはイヤミっていうでもこれはねプレゼントでもらったやつ。でももうつけてるの全部プレゼントですね。すごい。from
the members or メンバーじゃなくて、普通にこれとかは海外のグリルズのアーティスト、グリルも作ってもらったんですけど、そういうアーティストの方とアリゲータージーザスって方と仲良くなって、で彼と一緒に遊ぶにつれてなんかいろいろちょくちょく会うときにこういうのをくれたりしてありがたいなって感じ。すごいかっこいいです。めちゃくちゃ重たくはないそんな。まあちょっとたまになんか肩凝ったりずっとつけてると首痛くなってそうよね。いやでもすごいかっこいいですね。めちゃくちゃ好きです、ね、なんか3人ともファッショニスタですね。そうなるとね。みんなファッション好き。先週のグループよりはねそうですね、前の3人よりはファッション好きOK ありがとうございます。一緒に3人のみになると6人でみんなで遊びに行ったりとかするんですか？一緒にどう？まあでも最初の頃やっぱりグループ当初の頃はなんかよく遊びに行ったりライブ行ったりとか、それこそなんかさっき以前話してたストロングがどうのこうのって話がストロングゼロがあるのよすでに。Who's that? You? ストロングソルジャーのです。ストロングソルジャーのね。彼が軍隊9ってその僕たちのレーベルのまあほぼ名付け親じゃないですけども、そうなんだ。大吉さんがね。やっぱりね本当に好きだから。そうじゃん。スペースボーイさんと大吉さんでリーバイさんもいるのに2人で作ったって言ってましたもんね。You don't remember? そう。いや。そうか。それでなんだっけ話飛んでた。Do you guys hang out? みんなで遊ぶだ。そう。前はガチでみんな飲んでたからもう本当に、あとみんな学校行ってたし、だから週末ウィーケンドめっちゃもう飲んで遊んで、たまに曲作るって感じ。本気では本気だったけど、最初は遊びで曲作ってて、そうだね。でも今はでも遊ぶはちょっと少なくなっちゃった、まあでもその代わりレコーディングこれから増やしていこうみたいな感じで、まあレコーディングが遊びなんで、僕たちのだよね。まあ音楽作るのが遊びじゃん、もう遊ぼうって普通にその当初からもう行ったらだいたい曲作るみたいな。かっこいいね。そうなんですね。遊びが仕事になるライフスタイルって感じでありますよね。そうフレーズね。聞きました。じゃあ私も3人グループなんですけど、グループで歌ってて、もう仕事として、作業が増えていくともうみんな毎日会うから、もうその休みができたらもうそれぞれで過ごしたいみたいにどうしてもならざるを得ないというかなってくるんですけど、もう本当にずっと一緒にいるみたいな感じですか？そういうわけではない。まあでも言ってた通りちょっとなんか結構俺会う時仕事が多いから、仕事に会う時が多いからなんかあんまり遊んでないって感じかな。前に比べたら前はもう遊びまくりって感じ。遊びメインでその中にも音楽も入ってきてみたいな。でも遊び時にもなんていうの、遊びたい人も来てる。だからまあフリーな空間ですよね。I see you guys all the time. マジで。よく会う。なんか最近はこの軍隊9のグループの他の海外の子たちも一緒に日本に住んだりしてる子とか、海外からなんか短期で来る子とか遊びに来る子とかと一緒になんかライブに遊びに行ったりとかね、そんな感じだよね最近はね。なんか本当になんかティームメイトがなんかもう大きくあって、その絆が強いみたいな、そういう、甲子園行きたい野球部みたいって感じ。わかりやすいそういうことか。そんな感じ。ありがとうございます。そのスペースボーイさんがメンバーをね皆さんを集めたっていう風に伺ったんですけど、で先週も特にリーダーはいないっていう話を伺って、で先週はちょっとでもリヴァイさんがなんかまとめ役かなみたいな感じにはなってたんですけど、この人意外となんかそのリーダーっぽいなみたいなのってなんかあったりします？それなんですよね。なんか前回も話してたんですけど、これなんか物によって違うみたいな、やることによって役割が。例えばタッシーだったらなんかT シャツとかそういうやっぱり服とか作るのが、さっきファッション、そういうのが好きなんで、そういう
グッズ作る時とかに結構、なんか先立ってなんかやってくれる、先頭に立ってグッズ担当そうやってくれたりとか、SPO もねカバーアートだったりなんかそういうファッション系もどういうのがなんかSNS とかでしょ。 SNS とかそうだね。SNS の映像とかスターキッズの SNS 動かしたりとかそういうのが得意。そう結構で、僕は、最近ちょっと前はベノニだったんですけど、もう最近はだんだんミックスとかそういうマスタリングちょっと音響系の方をサポートできるようにちょっとてかロア結構ミックス最近はミックス結構やってます。はいって感じでこの分野に分かれて、じゃあ本当になんかあれですね、その仲の良さだけじゃなくていわゆる組織っていうか仕事を進めていくチームとしてもすごいうまい具合に成り立っているパズルのピースがしっかりとはまってるっていう感じがあるんですね。無敵じゃんめちゃくちゃいいな。そうか、ありがとうございます。音楽以外での趣味はなんかさっき大志さんとエスピオンさんはゲームでつながってる。俺たちのファンを知ってるもん。俺たちマジでバロナント大好きって感じです。もうゲーマー、いわゆるゲーマーあとギャンブリングもしますそうなんですか。ちょっとそっちはおすすめじゃないですけどバロラントはおすすめです。バロラントはおすすめ。めっちゃ楽しいゲーム。他のなんか趣味とかはあったりするんですか、それぞれ。最近は自転車は俺の趣味。バイクなんか今は埼玉に住むから、なんか朝霞市で明大前で多分23キロの自転車乗った。すごいね。朝霞市から明大前まで、東京の明大前まで23キロ自転車、副東新線の奥の奥って感じからもう東京までやばいね。やば。それはそのバイクしながら乗りながらそれがなんかリフレッシュになるんですか。そうと思う。でもそれ楽しい。なんか運動したいから。それは一人で。私自転車乗れなくていや一回I used to live in Vienna, Austria, and the road is really Japan is so thin, right? The road. でも海外は広いから道がスイスイ行けたけど日本の道に慣れてなくて、で一回車道出ちゃってププーって言われてからもうトラウマになっちゃって。怖いね。そういうことか。東京ってマジ世界一で危ないかも。ニューヨークか東京だよね。道がね、道が怖い。本当に狭いしね、怖いからね。そうなんですよ。でもいいな、やっぱリフレッシュになるんだったら私もちょっと練習しよう自転車。あとは自分はアニメ見たりとか、タッシーもそうだよね、SPO もそうか。みんなスターキッズは主にアニメ好きだもんね。みんなアニメ好き。ベノニ以外かな。ベノニさんは違う。ベノニはなんだろうね。スター・ウォーズ。でも他どういうアニメ、同じアニメ好きなんですか。でも多分でも結構ロアから紹介される異世界アニメ以外は俺好きかも。アクション系なんかハンマーバキ格闘の戦いやつですね。それめっちゃ好き。ロアの紹介から。なんかどっかの記事でサマータイム連打が好きって書いてた人がいて。リーバイから俺リーバイと話そう。そして俺1日で見た。私も2日で見た。もうめちゃくちゃ面白いですよね。13時間連続で俺見た。全部一瞬に見たマジで。あれは面白いですね。タイムリープの好き、スタインズゲートとかめっちゃ好き。いいね、そういうところでもやっぱつながるんですね。なんかじゃあEP とかアルバムとかのジャケ写もメインリーはアニメーションっていうかなんていうのかな、アニメっぽくなってるなって思って。そうですね。曲ごとによってそんな感じの得意な分野のそういうアートのアートワークの人が。それはやっぱみんなでこういう風にしようって言って。やっぱり多分みんなそういうビジュアルが好きだからもうそんな感じでみんな進んでるって感じかな。ありがとうございます。Forever Stars Forever Kids とあとTime to Shine with the Nine っていうこのフレーズ、キャッチフレーズが書いてあって、なんかすごい世界的な認知を目指しているっていう風に伺ったんですけど、やっぱりすごい世界に向けて発信していきたいって思いは強いんですか。
まあ強いんじゃないって感じかな。強いっしょ。まあやっぱり英語と日本語両方できる人はいるからもうそうしかないと思います。両方ですね。そうですよね。今はその Based in Japan ではありますよね。あります。大志さんのあとエスピオンさんのそれぞれのご出身ってどこなんですか？自分 From where are you from？ ハワイ生まれ。ハワイ。でもロス育ち。ハワイ生まれロス育ち。出身はハワイ。ハワイ、ハワイなのか、そっか。ハワイにもスターキッズの音楽は届いてるって実感しますか？ハワイの友達とかスターキッズの曲。Do they know? Yeah, my friends really love Star Kids. Oh, that's nice. I have like a bunch of pictures they sent me of them like wearing their Star Kids merchandise, which is really fun to see. わあ、すごいじゃないですか。Shout out Musty for that one. そうか、いいですね。それでじゃあもっとアメリカにもどこを一番なんかポイントになんていうのかな、次はここに絶対出していきたいみたいな国は決まってたりしますか？アメリカじゃない先に。アメリカです。か中国のマーケットでかい、結構でかいの。そうですね。結構でかいから。自分で皆さんってエゴサーチとかします？自分のこと調べたり、スターキッズを調べたり。そうで、やっぱり日本が一番多いなって今は感じてますか？半々ぐらい。日本とどこですか？海外のもうそれぞれの国が半分みたいな感じなんで、日本と海外のそれぞれ。でもすごい嬉しいじゃないですか、それは。めっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。その日本の音楽マーケットと海外のマーケットでなんかその違いを感じたりすることってありますか？自分的にはアメリカずっともう18年住んでて、やっぱりアメリカってヒップホップが一番大きい音楽のジャンルで、日本は一番大きいじゃない、一番大きいって J-POP。なんかその差をちょっと日本のヒップホップをちょっとレベルアップしたいって感じかな。そうですね。思ってます。日本のヒップホップシーンをもっと最先端にしていきたい。新しくして新しいスタイルだったり、海外でもアメリカとか他の海外で国で流行ってるのを日本に持ってきてみたいな。でも若い子も結構ヒップホップ海外とかアメリカじゃなくてもう UK ドリルとかアメリカのヒップホップを聴いてるから、なんていうの、slowly but surely、ヒップホップ。ヒップホップ本当にこの数年ですごいどんどん出てきてるというか、そのいわゆるメジャーな、ジャンルとして完全に今ありますもんね。そうですね。嬉しいです。あと一個気になってたのは、その先ほど YouTube のそのいわゆるドキュメンタリーというか、そういうのも見て、その音楽のみならずファッションとかアートワークとか、あとその皆さんがどう過ごしているか、それぞれメンバーの、生き様みたいなものっていうのかな、それぞれのキャラクターも全部含めて、なんかそのスターキッズって先週言ってましたけど、スターキッズを応援してくれている人たちはなんか全部に魅了されてるんだろうなってすごい個人的に思ったんですけど、なんか自分たちの中でその全部を見せていきたいと思ってるっていうそういう意識があったりするのか、もフリーダム、ありのままをもうありのままを単純に撮ってもらったみたいな感じなのか、なんかそこってどういう気持ちでいたりしますかね？基本的にはもう自然体ナチュラルな感じで、もう俺らをブログだったり、そういうのはもう全然いつもの感じ、いつものノリ、自分たちのノリでやってる。もうライブでさえ自分もノリ出しちゃうよね、結構ね。マジでカメラない時もある時も同じって感じ。変わらない、本当にオンオフがない。アクティングって何？演じるはない。結構もう生。逆に難しいよね。意識しだしちゃうと、ね。アクティングやろうと思ったら、みんながどうやってやるの？こういうの固まる。そうか、別になんかここは見られたくないとかそういうのももう特になくありのままを出していけてるっていうことなんですよね、きっとね。そうですね。やりたいことやりたいものを俺らがね。その私もさっき海外に
I used to live abroad for 6 years and when I came back 日本帰ってきた時にやっぱりそのなんていうのかな、その自分のキャラクターとその日本という文化というか、その日本人のキャラクターって言ったらちょっと違うかもしれないけど、そこのなんかディフェンスをすごい感じて、ちょっと難しかったんですよね。自分をどういう風になんかさらけ出していこうかみたいなのがすごい難しく感じてた時期があったことを皆さんの楽曲とか Vlog を見て思い出してなんかみんなが私のあの時になんか純粋にね、私がもしあの時みんなに会ってたらすごい救われてただろうなって思ったんですよ。本当ですか。ありがとうございます。ありがとうございますありがとうございます。伝わってるかな。ビアナオーストリアだったよね。ビアナ、いや、ビアナオーストリア、ビアナいやいやなんか俺が見てるなんかインスタで言語13個ぐらい話せる人が、はいビエナに住んでて、ほうほうほうなんかめっちゃみんな優しいって感じがある。うんうんうん知らない人になんだっけ、Hello ってインタビュー、インタビュー、うんストリートインタビュー、この言語話せるよって、うんうんうんみんな結構優しい。はいIt's like slow。スロー、東京とかみんな It's too 結構 fast 冷たいよね。うん like 早すぎて、早いね誰も時間がないって感じ。うんそう、時間の流れ方が全然違いますよね。特に東京、田舎とかだったら、日本の感じもちょっと優しい感じもするけど、やっぱり東京は fast life。fast life, fast yes, life yes, definitely そうだね。いや、そうそう、だからその皆さんのそのありのままを出して、歌詞にもあるけど本当にもうこれが俺たちなんだっていう、はい、それをありのまま出しているその強さっていうのはやっぱり特に日本で生きていて、多分そういうなんかストラグルを感じている人にとってはすごい救われる言葉だと思うし、なんかみんなのおかげでまた頑張れるっていう子たちが魅了されてるんだろうなっていうふうにすごい思いましたね。そうですね。まあ、俺らもやっぱり東京で、まあ、今もう5、6年住んでるんですけど、それでも東京来てやっぱ当初のやっぱ東京で初々しい感じ、はい、やっぱどう生きてるかみたいな、そうですどねう楽しんでるかみたいなのを詰めつつ、やっぱ最近はやっぱちょっと慣れてきて、だからそういうもう最初の頃の曲から今の曲まで全部まあ聴いていただけると、まあなんかある程度俺らの感じもわかんのかなみたいな、そうですね。どうって感じ難しいでですって感じでちょっとって難しい感じで OK そして、スターキッズの皆さんは今年11月に渋谷で開催される東京国際ミュージックマーケット TIM に出演されますね。はいはい、はい海外のバイヤーもたくさん来るイベントですけれども、なんかアピールしたいポイントありますか？アピールポイントいい？じゃあまあ、僕たちに関しては全然他のちょっと出るアーティストはやっぱり海外の方なんで全然ちょっとあまり詳しくわかんないんですけど、やっぱりちょっと日本でもやっぱ特徴的な音楽、まあ、ハイパーポップにジャンルは近いのかな、まあそれなんでやっぱり激しめでノリノリな感じで、全然新しい、ね、他のアーティスト目当てのお客さんも全員なんか巻き込んで一緒にちょっと騒げたり楽しめたりすると嬉しいですね。そこ目指してます。騒ぐEffie, what do you think? What's the appeal point? You say appeal point? Yeah, of Star Kids. ライブの I think the appeal point for Star Kids is that we're making music in 2 different languages and we're mixing it very well. 日本語と英語をうまくミックスして作っているっていうところ。And I feel like for Japanese and global markets, like that's really good in the sense that we're speaking Japanese for a Japanese market, but for a whole global market where it's strongly English, we cover that as well. And we just I think for me at least, it's the best of both worlds. やっぱ言語をちゃんと両方使えるか、日本では日本でしっかり売り出していけるし、そうですね、まあ両方やってるんで、まあその日本語英語どっちが聞いてもいいような感じ。そうですね、まあメロディーとかもなるべくなんですかね、言語わからない人が聞いてもなんか気持ちよく聞こえるようにだったりとかっていうのは曲作りのところからちょっと意識はみんなしてると思うんで、はい、そういうのも含めてライブ楽しんでいただければと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ共演してみたい海外アーティストさんはいらっしゃいますか？ブレイドブレイドドレインギャングの
ねメンバーですね、海外の、ナンバーワンラッパー、私のナンバーワンラッパー。そうかそうか。レスピオンいる？誰か一緒にやりたいアーティスト。ここで書いたなんかセラ、スクリレックス、and ウムル。全部プロデューサー系だ。プの方がロデューサーと一緒にビート作ってもらってって感じでね、ちょっと EDM とかハードコアとかスタイル。やっぱり広がりますよね。自分たちだけじゃない知識も入れてってなるとまたさらにね広がっていくだろうから、違うアイディアとかがね。ナイス、ありがとうございます。海外で活動をもっと今後していくってなった時にそこで得た経験とかそこでいろんな多分影響を受けると思うんですけど、それってスターキッズにとってどんな影響になってくると思いますか？海外で活動して、まあ影響ストロングゼロないもん海外。そうだね。そっちか。それが重要なんですかやっぱり。ストロングゼロってそんなにごめんなさい、別に嫌いとかじゃないんですけど大好きで。You like it really much? I like it. 安い。安くて美味しい。コストパがもう日本世界一最高。ロング缶でね。そうだね。120円。逆にもうスターキッズといえばのなんか関連としてもストゼロが出てきそうなぐらい、多分ファンたちには結構、はい、CM もいつかねやりたいなって話してるんですよね。めっちゃやりたいってお願いしますって言ってね。お願いします。サントリーさんお願いします。はい、じゃあ最後にスターキッズとして今後はどのような音楽を作っていきたいですか？それちょっと聞きたいですね。自分の意見はまあ若い子もいっぱい聞いてると思うんですけど、まあ自分がスターキッズを聞いて自信を持てば、自信っていうか、自分がスターキッズ聞いてるから俺もかっこいいなと思って、そういう音楽を作りたいです。はい。What kind of music do you want to make as a Star Kid member? I just want to make music for people who are having a hard day and want to feel better. 大変だと感じている、日々大変だと感じている人たちにもうただ僕は音楽を作りたいっていうふうにおっしゃってますね。疲れがぶっ飛ぶようなって感じで。そうですね。まあさっきも話したようにちょっとやっぱり英語と日本語で海外から輸入してるんで、まあやっぱ日本人が聞いたことない音だったりとか、まあそういう新しいジャンル、海外の人も聞いたことない、そういうのをミックスしてね、化学反応じゃないですけど、そんな感じで作り上げていきたいですね。はい、ありがとうございます。いやちょっとたくさんお話を聞いてきましたが、そろそろお時間が来てしまったようで、皆さんいかがでしたか？いやちょっと緊張してた。緊張してた？初めてなので。いやでも今日はありがとうございました。ありがとう。でも結構飲んだんじゃないですか、そのストロングゼロは。なくなりました。なくなったけど、緊張はだんだん良くなってきた。でも話しやすかった。ありがとうございました。ありがとうございました。How was it, Effie? 緊張したけど楽しかった。楽しかった。よかった。ありがとうございます。全然あっという間でしたね。あっという間でしたね。もっと話聞きたいなと思いました。多分ストロングゼロが彼の緩和剤、緩和剤になってるよね。そうですね。そんな感じ。ライブ前もそうだね。飲んでから臨むんだ。全然楽しかったです。ありがとうございました。最後にもし何かお知らせがあれば。そうですね。まあこのティム先ほど話した11月7日にまあ東京国際ミュージックマーケット、はいでライブが僕たちあるのと、あとはちょっとまだ詳しい内容言えないんですけど、11月25日にちょっとある場所で渋谷でもう十分じゃないですか。詳しくないとはいえ、とりあえず11月25渋谷に行けばいいってことですよね。まあそうですね。まあそれからまあもっとね。じゃあみんな11月25は渋谷に行ける準備だけしておいてもらえば。そうですね。はい。皆さんお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にもう一曲スターキッズの曲を聴きながらお別れです。どの曲にしましょう？じゃあ最後はそうですね。先ほど話した、海外のアーティストたちとコラボしたアジアのアーティストメインでコラボしたニュースワークっていう曲になります。ニュースワークでよろしくお願いします。はい、今週のゲストはスターキッズの皆さんでした。ありがとうございました。Thank you very much. Thank you. ありがとうございます。